り解説、憎めない悪の花。昭和のいぶし銀シリーズ第10弾。画面をかき回す名うての小悪党たちが集結。ねえマリサ、いぶし銀の名脇役シリーズも、ついに第10弾を迎えたのね。これまでもたくさんの素晴らしい名優たちを紹介してきたけど、今回はどんな方たちが登場するのかしら？記念すべき第10弾は、小悪党をテーマに送るぜ。大掛かりな悪事を働く巨悪じゃなく、どこか憎めない、画面をかき回す名脇役たちにスポットを当てるのぜ。小悪党って、スリとかコソ泥みたいな人たちのこと？なんだか、主役の正義を際立たせるだけじゃなくて、物語を人間臭くしてくれそうなイメージだわ。その通りだぜ、レイム。彼らの狡猾で、時に哀愁漂う立ち回りがあるからこそ、昭和の映画やドラマは深みを増すんだ。今日はそんな名うての小悪党たちの魅力を、たっぷりと語り尽くしてやるから覚悟してくれだぜ。第10位、タコ八郎、愛すべきおバカな小犯罪者。タコ八郎さん、あの独特の喋り方と風貌で、お茶の間の人気者だった方よね。ボクシングのチャンピオンだったなんて、最初は全然信じられなかったわ。彼は愛すべき小悪党を演じさせたら右に出る者がいない、昭和の銀幕に咲いた妖精のような存在だったんだ。悪党といっても決して憎まれるような大悪ではなく、社会の底辺で滑稽に、かつ懸命に生きるコソ泥や、チンピラ役が本当によく似合っていたのぜ。確かに、画面に出てくるだけで場が和むというか、どこか許せちゃう雰囲気を持っていたわよね。ボクサー時代のエピソードも、彼らしいものがあるのかしら？例えばボクシング時代、彼は少年時代の怪我が原因で、左目の視力をほぼ失っていたんだ。本来ならプロにはなれないんだが、視力表を丸暗記してテストをパスしたんだぜ。パンチをあえて受けるスタイルも、実は見えない左側から打たれるなら、いっそ全部受けてしまえという、ハンデを逆手に取った壮絶な覚悟から生まれたものだったんだ。試合では相手のパンチをあえて受け続け、耳元で聞いてないと囁いて戦意を喪失させるという、まさに明日のジョーのモデルとも言われる、奇策を用いていたんだぜ。この打たれても倒れない不屈の精神が、後の役者人生にも生かされていたんだな。具体的な作品で言えば、映画、幸せの黄色いハンカチの冒頭が圧巻だ。高倉健さん演じる主人公に絡んで、あっという間に叩きのめされる情けないチンピラ役なんだが、その時のキレのある動きは、ボクサー時代の片鱗を感じさせたぜ。高倉健さんからも人並み外れた集中力があると、絶賛されていたんだ。そんなにすごい方だったのね。座右の銘も素敵だったって聞いたことがあるわ。迷惑かけて、ありがとうだぜ。酒癖の悪さや失敗も多かったが、それでも周囲の仲間から世話をするのが楽しいと愛された。彼のような純粋な魂が演じる小悪党だからこそ、私たちは画面越しに彼を嫌いになれなかったんだろうな。まさに、昭和を代表する唯一無二の小悪党役者だったのぜ。第9位、榎木兵衛、日活アクションの永遠の下っ端。第9位は榎木兵衛さんね。昭和のアクション映画を見ていると、主役の後ろや画面の端で、ちょっと鋭い眼差しを光らせている姿をよく見かける気がするわ。その通りだぜ。榎木さんは日活アクションの黄金期を陰から支え続けた。まさに小悪党界のレジェンドなのぜ。驚くことに、彼は日活映画において、最多の出演本数を誇ると言われている。まさに職人中の職人なんだ。日活で一番多く出演しているなんて、とんでもない数じゃない。主役じゃないのにそこまで現場に求められるなんて、よっぽど代わりが利かない存在だったのね。石原裕次郎さんの嵐を呼ぶ男をはじめ、数々のアクション映画で永遠の下っ端や、チンピラ役を完璧に演じきったんだ。彼が画面にいるだけで、悪の組織のリアリティがぐっと増すんだぜ。特に有名なのが、松田優作さん主演の、探偵物語での宝石の小林や山崎役だな。山高帽、つまりダービーハットをかぶって、蝶ネクタイを締めたエセ紳士風の独特なスタイルで、松田さん演じる工藤俊作と、怪しげなやりとりを繰り広げる姿は、
ファンの間では伝説なんだぜ。このスタイルは後の危ないデカなどのドラマでも、情報屋の役などで引き継がれていったんだ。その帽子をかぶった姿、すごく怪しいけどどこか憎めなくて、なんだかおしゃれですらあるわね。晩年も三谷幸喜監督の作品で、素敵な味を出されていたって聞いたわ。ザ・有頂天ホテルやザ・マジックアワーでも、往年の銀幕を知る生ける伝説として、若手俳優や監督たちからも深く尊敬されていたんだ。たとえ小さな役であっても、榎木さんのように一筋縄ではいかない小悪党を演じ続けることで、作品に唯一無二の深みが生まれるんだぜ。第8位、野口隆。リアリティあふれる下級組員。第8位は野口隆さんね。東映の映画やドラマを見ていると、必ずと言っていいほどお顔を拝見する気がするわ。派手な立ち回りというよりは、どこか現実味のある怖さを感じる役者さんよね。鋭いな、レイム。野口さんはあの有名なピラニア軍団の一員でもあって、主役を食うほどのリアリティあふれる小悪党を演じ続けた職人なんだぜ。実はあの大スター、鶴田浩二さんの付き人を務めていたという、厳しい下積みを経て東映に入社した苦労人でもあるのぜ。鶴田浩二さんの付き人。それはすごい経験ね。でも、野口さんといえばやっぱり、仁義なき戦いでの印象が強いわ。あの中でも、独特の存在感を放っていたわよね。ああ、シリーズを通して、菅原文太さん演じる広能正像に仕える忠実な子分、岩見益夫役を演じたのが野口さんだぜ。組織の末端で必死に生きる、泥臭くて生々しいヤクザの姿を体現していたんだ。派手な幹部役じゃなく、あのような実在しそうな下っ端を演じることで、作品全体に凄まじい説得力を与えていたのぜ。なるほど、あの泥臭さが映画の熱量を支えていたのね。時代劇でも、よくお見かけするわよね。そうなんだぜ。水戸黄門や暴れん坊将軍、必殺シリーズといった名作には欠かせない存在でな。役柄も門番や役人、用心棒から幕徒の子分まで、本当に多岐にわたるんだ。正義の味方に成敗される名もなき役として、数えきれないほどの作品で散っていったんだぜ。どんなに小さな役でも、野口さんが演じることで、その場の空気が一気に引き締まるんだな。主役を引き立てるために、いかに印象的にやられるか、まさにプロフェッショナルの仕事ね。野口さんのような方がいたからこそ、昭和の娯楽作はあんなに面白かったのね。その通りだぜ。主役の光が強いほど、野口さんが演じるような影の小悪党たちが際立つ。彼がいなければ、東映の人気映画も時代劇も、あそこまで重厚なものにはならなかったはずなのぜ。第7位、長谷川明夫。冷酷非情な美しき役の花。第7位は長谷川明夫さんね。時代劇でよくお見かけするけど、すごく整った顔立ちをされているから、悪役として出てくると余計に怖く感じるのよね。その通りだぜ。長谷川さんはもともと、大映の2枚目スターとして準主役級を演じていた、輝かしい経歴の持ち主なんだ。でも、フリーになってからは、その端正なルックスを逆手に取った、冷酷非情な悪役へと鮮やかに転身したのぜ。2枚目スターから悪役へ、どうしてそんなに印象が変わったのかしら？理由は簡単だぜ。彼の持つ理知的で清潔感のある風貌が、裏切り者や甘やかされた宝刀息子を演じた時に、より一層の冷たさや卑怯さを際立たせたからなんだ。まさに物語をかき回す小悪党としては、最高の素質を持っていたのぜ。確かに、綺麗な顔で悪いことをされると、より一層憎たらしくなっちゃうわ。具体的な活躍についても教えてもらえる？ああ、彼は水戸黄門や、銭形平次といった時代劇には欠かせない存在でな。特に野心のために仲間を売る武士や、親の権力を笠に切る悪徳商人の息子などは絶品だったぜ。現代劇でも大量に吠えろや、危ない刑事に出演し、追い詰められて本性を表す狡猾な役どころで、視聴者をうならせてきたんだ。なるほど。私生活でも、女優の新藤恵美さんが元奥様だったり、スキューバダイビングの講師をされていたりと、すごく多彩な方なのね。そうなんだぜ。
そんな優雅な私生活の一方で、画面の中では徹底して冷徹な悪を演じ抜く。彼のような美しき悪の花がいたからこそ、昭和の娯楽作は、より一層ドラマチックで面白いものになったんだぜ。第6位、山谷初夫、秋田の鉛に潜む怪しき影。第6位は山谷初夫さんね。なんだか、素朴な田舎のおじいちゃんってイメージもあるけど、たまにドキッとするような鋭い目つきをされることもあるわよね。ああ、山谷さんは素朴な善人役の裏で、凄みのある悪役やうさんくさい小悪党を完璧にこなす、唯一無二の役者だったのぜ。寺山修司司祭の天井桟敷でも活躍した、かなり尖った経歴の持ち主なのぜ。画家志望から前衛演劇へ。だから独特の雰囲気を持っていらしたのね。理由は明白だ。彼はリアリティのある東北弁を武器に、素朴な訛りで相手を油断させる小悪党の達人だったんだ。その訛りが、人を騙す詐欺師のような役柄では、最高の説得力を生み出したのぜ。具体的な活躍についても教えてもらえる？例えば大河ドラマ、国取物語の、赤兵衛役で一躍有名になった際は、実家の旅館にファンが殺到したほどだったんだぜ。一方で、ウルトラ級の密輸団の手下など、得意な役柄でも強烈な光を放っていたんだ。さらに驚くのは私生活とのギャップだぜ。画面では怪しげな男を演じるが、実は手芸が得意で、自分でベストを編むほどの編み物好きとして、称賛されていたんだぜ。編み物が大好きなんて可愛らしいの。そうだな。表の素朴さと裏の怪しさ。その両面を自在に使い分ける山谷初夫さんのような名脇役が、いたからこそ、昭和の物語は人間臭くて面白いものになった。まさに東北が生んだ名バイプレイヤーだぜ。第5位、二見忠夫、変質的な小悪党と怪演の極致。第5位は、二見忠夫さんね。この方、なんだか一度見たら忘れられない、不思議な雰囲気をお持ちの役者さんよね。どこかコミカルだけど、同時に底知れない不気味さも感じてしまうわ。そうだぜ、レイム。二見さんは、1970年代から80年代にかけて、事件の鍵を握る得体の知れない小悪党や、変質的な怪しい人物を演じさせたら、右に出る者はいない名優だったのぜ。ああ、あの独特の風貌。早稲田大学卒業のインテリさんだって聞いたけど、画面の中では本当に怪しさが爆発していたわ。どうしてあんなに印象に残る役柄が多かったのかしら？理由は明白だぜ。彼の持つ唯一無二の独特な声と、どこか不気味ながらも絶妙な愛嬌を感じさせる風貌が、物語に予測不能な緊張感を与えたからなのぜ。インテリな背景を持ちながら、それを一切感じさせない怪演が凄まじかったんだ。具体例を挙げれば、特撮の名作、仮面の忍者赤影での活躍が凄まじいぜ。猿彦と犬彦という二人の忍者を一人二役で同一に演じ分け、子供たちの記憶に深く刻み込まれたんだ。他にも、太陽に吠えろなどのアクションドラマでは、うさんくさい情報屋や殺し屋、天使といった役で、主役を脅かす強烈な存在感を放っていたのぜ。そういえば、声優としても誰もが知る役を演じているのよね。ああ、忍者ハットリくんのパパ、服部仁蔵役や、ディズニーの白雪姫のテレスケ役も二見さんだ。あの味わい深い声があったからこそ、数々のキャラクターに温かみや個性が吹き込まれたんだぜ。悪い役から可愛い役まで、本当に幅が広いのね。63歳で亡くなられたのは、ファンとしても本当に早すぎる気がするわ。肺がんのために1994年にこの世を去ったが、彼の演じた怪しすぎる小悪党のインパクトは、今も色褪せることはないぜ。高い知性を持ちながら、徹底して不気味な小人物を演じきった、まさに職人魂の塊なのぜ。第4位、田中春夫、知性とユーモアを併せ持つ小悪党の神。第4位は田中春夫さんね。この方、時代劇でも現代劇でも、ニコニコしながら裏ですごい悪巧みをしていそうな、独特の雰囲気があるわよね。なんだか、言葉は丁寧だけど目が笑っていないというか。いい着眼点だぜ、レイム。田中さんは、
さらに一物ある関西の商人や、狡猾なインテリ小悪党を演じさせたら、日本映画界で天下一品と言われた名優だったのぜ。やっぱりそうなのね。金感情に細かそうで、表向きは愛想が良いのに、絶対に信用しちゃいけないって思わせる説得力が凄まじかったわ。どうしてあんなに味のある演技ができたのかしら？理由は明白だぜ。京都の染色用の家に生まれ、わずか13歳で映画界に飛び込んだ彼は、2枚目スターを経て名脇役へと上り詰めたんだ。その長いキャリアと、京育ちならではの品の良さが、混ざり合った知的な風貌が、物語をかき回す狡猾なキャラクターに、唯一無二のリアリティを与えたのぜ。具体的なエピソードを挙げれば、次郎長三国志の法印大五郎役への執念が有名だぜ。この役を自らの敵役と定めて、配給会社が変わっても自ら志願して、東宝で9本、東映で4本も同じ役を演じ続けたんだ。牧野正弘監督からも、その意志と演技力を高く評価されていたのぜ。さらに、黒澤明の生きるや、小津安二郎のおはようといった巨匠の作品にも、数多く出演し、短い時間でも物語に皮肉な味を加える天才だったんだぜ。自分の役をそこまで愛して、会社をまたいで演じ続けるなんて、役者魂がすごすぎるわね。巨匠たちがこぞって起用した理由がわかる気がするわ。そうだな。ただの悪い奴じゃなく、ユーモアと狡猾さを併せ持つ田中さんのような小悪党が、いたからこそ、昭和の映画は深みが増したんだ。まさに、知的な小悪党の極致を体現した、伝説のバイプレイヤーなのぜ。第3位、腰かばん、権力にこびるうさんくさい腰巾着のプロ。第3位は腰かばんさんね。このお名前、なんだか可愛らしくて耳に残るけど、演じる役柄は結構癖が強くて、絶妙に憎たらしい役が多かった印象だわ。そうだな、レイム。実は腰かさんこそ、権力者に媚びへつらう腰巾着や、うさんくさい子役人を演じさせたら右に出る者はいない、まさに小悪党のスペシャリストだったと言えるのぜ。やっぱりそうなのね。強い者に巻かれて、弱い者に威張る姿が、本当にハマっていたわよね。どうしてあんなにリアルに演じられたのかしら？彼はもともと劇団東宝現代劇の一期生で、舞台で徹底的に鍛えられた実力派だったことが大きいぜ。主役を支えつつ、人間の心の癒しさや、滑稽さを絶妙に表現する技術がずば抜けていたんだな。実例を挙げれば、G メン75には何度もゲスト出演していて、変質者や不動産屋の社長、ガソリンスタンドの店長など、怪しげな小市民を幅広く演じ分けていたんだぜ。さらに面白いのが芸名の由来で、なんと倉本壮さんが、ディズニー映画のバンビから名付けたんだ。倉本壮さんが名付け親なの。バンビみたいに愛される存在であってほしいってことなのかしら。舞台でもラマンチャの男の、サンチョ役なんかで高く評価されていたのよね。その通りだぜ。主役を引き立てながら、自分もしっかりと記憶に残る。2004年に亡くなるまで生涯現役を貫いたが、彼が演じた憎めない腰巾着の姿は、昭和のドラマを語る上で欠かせない名演だったと言えるぜ。第2位、塩賢治、地獄大使からチンピラまで愛すべき昭和の怪優。第2位は牛尾健二さんね。特撮ファンの間では伝説の地獄大使として有名だけど、昭和の映画ファンにとっても、ひょうきんで、どこか憎めない小悪党ぶりは忘れられないわ。その通りだぜ。牛尾さんは、東映のアクション映画や特撮において、画面を賑やかにかき回すお調子者のチンピラや、愛すべき悪の幹部を演じさせたら、右に出る者はいない、究極のエンターテイナーだったのぜ。地獄大使もそうだけど、悪いことをしているはずなのに、どこか抜けていて可愛げがあったわよね。どうしてあんなに多くの作品で重宝されたのかしら？理由は、彼が持つ圧倒的なサービス精神と、悪役の中にある人間臭さを引き出す、唯一無二の表現力にあったんだぜ。千葉真一さんの相談相手を務めたり、ドラマーとしてライブの司会をこなすほどの、多彩な兄貴分でもあったんだな。実例を挙げると、網走番外地シリーズなどの人気映画で見せた、
コミカルなチンピラ役は、作品の清涼剤として欠かせなかったんだ。さらに感動的なのが晩年のエピソードだぜ。亡くなる直前の SF 大会で、重い病を隠して、ファンの前に地獄大使として立ち、最後の最後までステージを務め上げたんだ。亡くなる2日前にも、自伝、星を食った男の出版パーティーに車椅子で出席するという、凄まじい役者魂を見せたのぜ。地獄大使として最後までファンを喜ばせようなんて、本当に役者冥利に尽きるわね。千葉真一さんも慕っていた理由がよくわかるわ。そうだな。誰に対してもオープンで、悪役を全力で楽しんで演じた牛尾さんの姿は、今も多くの人の心に焼き付いている。単なる悪党ではなく、みんなに愛される、キャラクターを作り上げた、昭和の怪優中の怪優なのぜ。第1位、江端隆、もみ出と悪巧み、小悪党界の絶対王者。いよいよ第1位の発表ね。昭和の時代劇やドラマで、へへ、お代官様、あの一件、守備よく運んでおきましたぜ。なんて言いながら、もみ出をして悪巧みを相談している姿といえば、もうあの方しかいないわよね。ああ、誰もが認める小悪党の代名詞。江端隆さんの登場だぜ。江端さんは、卑屈な腰巾着やうさんくさい男を演じさせたら、右に出る者はいない。まさに昭和の脇役界における絶対王者なのぜ。やっぱり、エバタンの愛称で親しまれて、あの独特なへへーという笑い声が聞こえてきそうだわ。どうしてあんなに小悪党という役柄が定着したのかしら？理由は、彼が名門俳優座養成所の3期生として培った、確かな演技力の土台があったからだぜ。同期には相川金也さんや、穂積隆信さんといった豪華な顔ぶれが並んでいて、そんな実力派が徹底して卑小な人間を演じきるからこそ、物語に凄まじいリアリティが生まれたんだな。具体例を挙げると、江端さん本人がバラエティで語った、自虐エピソードが最高だぜ。河合信夫さんや柳信夫さんのような大物悪役は、最後に主役と戦って切られるから目立つけど、自分はその前に口封じで彼らに殺されてしまう、と笑って話していたんだ。そんな役回りさえも自分の矜持として愛していたんだぜ。他にも、長年小市民を演じてきた彼が、特撮の不思議少女ナイルナトトメスでは、総理大臣役を演じるという、驚きの配役もあったのぜ。総理大臣、それは見てみたかったわね。トーク番組は苦手だけど、黒柳徹子さんの番組だけは快諾したっていうエピソードも、彼のお人柄が伝わってきて素敵だわ。そうだな。どんなに小さな、あるいは情けない役であっても、江端隆という役者が魂を吹き込むことで、主役の正義がより一層輝いたんだ。彼こそが、昭和の銀幕を陰で支配した、真の主役と言っても過言ではないのぜ。総評またはまとめ。マリサ、今日は本当に勉強になったわ。今まで悪い人たちだと思っていた小悪党の皆さんが、実は作品を支えるすごい技術を持った職人さんたちだったのね。その通りだぜ。主役の光を際立たせるには、彼らのような深い影が必要不可欠なんだ。彼らがいてくれたからこそ、私たちは昭和の名作に夢中になれたんだぜ。そうね。これからは、画面の端っこでこそ企んでいる皆さんにも、尊敬の眼差しを送ることにするわ。彼らがいたからこそ、物語に深みが生まれ、主役の輝きが際立った。まさに、昭和の映画やドラマは、そんないぶし銀の小悪党たちによって支えられていたのね。その通りだぜ、レイム。彼ら一人一人が持つ、人間臭くて、どこか哀愁漂う存在感が、忘れられない名シーンを数多く生み出してきたんだ。主役だけでは語れない、昭和のエンターテイメントの奥深さを、改めて感じてもらえたら嬉しいぜ。さて、今回の小悪党特集はどうだったかな？みんなの推しの小悪党がいれば、ぜひコメントで教えてくれだぜ。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。